その波動っていうのは精妙なのでね、いろいろな汚れも全部溶かしてね、でいいものを育んでいくっていうね。瞑想の聖地インドで修行者1億人の頂点に立つ史上初の女性、ヨガの母ヨグマタ相川恵子が送る人生の羅針盤。今回のテーマは、こんにちは、ヨグマタ相川恵子です。今日は瞑想のマスターについてお話をさせていただきます。ちょっと歌を歌わせていただきますね。アサトマサダガマヤンタマソマジョティラガマヤンムリトマアムリトガマヤムオムシャンティシャンティシャンティ。この歌はね、マスターにね捧げる歌なんですけれども、暗闇からね光に導きたまえってね、死から不死に導きたまえ、平和でありますように、平和でありますように、平和でありますように、深いね意味があるんですね。だから私たちの心っていうのがね、魂があって体があってその中に心があってね、心と魂にストレスが蓄積されているんですね。そういう魂っていうのは太陽のように輝いているね光なんですよ。でその魂があって、この肉体とかね、そういうところに光が当たって細胞が分裂したりね、生命エネルギーをいただいて活動が活発に行われて、心もエネルギーをいただいて活動が行われる。だからそれが曇っているのでね、それですごい怒りとかね、悲しみとかそういうことで消耗されちゃう。だからそういう曇りを取ったらね、丸ごと魂の光がね満ちてね、輝く人になって光の人になる。暗闇から光の人に導きたまえ。曇りを取る修行ね、それが瞑想修行も入りますし、心の使い方、体の使い方も入りますし、瞑想のね正しい指導をね是非お願いしますっていうことなんですよね。それから無知っていうのがね、それみんないろいろキャメラの使い方とか、いろいろ仕事の仕方とかね、電車の乗り方とか飛行機の乗り方とか車の運転の仕方とか、そういういろいろなことを知って何でもできるんだけどね、仕事をリタイアしたらね何もやることなくてすごく困っちゃうわけですよ。いろいろな趣味でね、時間を潰すことはできるけれども、それ執着してるわけですよ。だからまだ本当の自分は知らないわけですね。いろいろなことは知っていろいろなことを器用にやるんだけれども、ね、自分を知らないっていうことを無知って言うんですよ。だから私は無知じゃないって、いろいろ知ってるよって言いたいかもしれないけど、本当の自分っていうのを知らないんですね。それで光明に導きたまえ、悟りに導きたまえ言うんですね。本当の自分を悟らせてください。それから死っていうのね、この体死んじゃってもう死が怖いわけですよ。死んじゃったらもう土に帰っちゃうからね。だからみんなもう死のことは考えたくない。究極のサマディはね、死をコントロールして、死って何なのかって実際に体験するわけ。だからそのままね、何かどっかの臓器がね働かなくなって他も全部引きずられて命を落としちゃうとか、そういうことじゃなくて、全部きれいにして覚醒してね、光の人になって自分の肉体からシフトする、肉体を幽体離脱するようにね、そしてそれを体験してまた戻ってくる。それ究極のサマディですよね。呼吸もストップして自分の意識を高めてね、
自分全部清め尽くして、で意識を覚醒させ、自分はもう心じゃないし、で心はいろいろ体験してね、嬉しいこと、悲しいこと、感情とかね、で体もこういろいろ常にこう食べ物を紹介してね、エネルギーを作ってる。だからそういうのもサマディ入ったらね、内臓も働かないでね、ストップするわけですよ。内臓みんなずっと食べ物食べて、胃も腸も働いて栄養を吸収して全身回って、でこうね、タンパク質になったりね、そういうエネルギー源になったり、いろいろこう肉体を作ったりね、また考えるエネルギーになったり、いろいろ行動スポーツをするエネルギーになったり、いろいろなエネルギーに、ね、なっていくわけですね。だからその体をしっかりこう作ってね、骨も作ったりね、細胞もね、何年かに一遍全部総入れ替えに、血液は3ヶ月に一遍全部総入れ替えに、前の細胞はね、遺伝子がね同じだから、同じようなクオリティのものができてるわけですけど、常に新陳代謝が行われて、だからまあね、自分がそのしっかりした食べ物を食べたり、いい心で過ごしていくと、いい品質の肉体が出たりね、いい品質の心が出るっていうね、ありがたいことなんですけれども、でまあそういうふうにね、変化をしている。でその死を体験することで不死になる、イモータルね、アバターとかいう言葉ありますけど、死なない存在って、自分は死ぬと、体は死ぬっていうか、魂は死なないでとつながっていくんですね。で魂に心がねくっついて、心の家っていうのがある。魂の家っていうのをね、コザール体って言って、コザール、霊体とかね、霊気とかね、幽体とかね、そういうのが潜在意識のね、心が刻まれている。それはアストラル体っていうんだよね。だからそういうのもこう生きてる間に修行ができると清めることが、死んだらね、体がないと修行ができない。マントラも唱えられないし、いろいろ修行ができないので、生きてる間に修行すると、いろいろな記憶をね、こう整理整頓して、ネガティブな記憶とかおごりとか、なんか人をジャッジしたとかね、いろいろもっとこうそれ平和にしてね、清めてね、感謝に変えていく。真のヨガ、瞑想を通して100万人以上に愛と平和を伝えてきたヨグマタ相川恵子に学ぶヒマラヤシッダー瞑想説明会、カウンセリング、幸福への扉を開催中。 LINE 登録するだけで完全瞑想ガイドをプレゼント。詳しくは概要欄から。心って磁石なんですよ。何かね、こう執着があるとね、なかなかそこから張り付いちゃってね、離れられない。だからそれを瞑想することで心を超える、本当の自分と一体になるっていうことが、不死になるって、その不死、死なない存在と一体になるって、死から不死に導きたまえって、それをやったらね、死が怖くないって、そこにつながって、みんなつながってないわけですよ、本当の自分にね。だから私のところに本当の自分につなげる、その聖なる波動を伝授してるんですね。だからその聖なる波動を伝授して、で不死の存在とつながっていく、魂とつながる、無限の存在とつながるっていうね、光明を得るとか悟りを得る、光につながっていくようにね、つながって、そこからパワーをいただきながら生きてる間、体も使い心も使い、今まではね、自分が体だと思い心だと思って、こうエゴでね、体を満たそうと、心を満たそうと欲望で振り回されてる、欲でね、もうそれで癖になってるから、どうにも止まらないわけですよ。だからちょっと決意をしてもまたすぐね、また戻っちゃったり、こうね、そういう癖になって根深いわけですよ。それ何章も何章も何章も、それ自分は心だと思い体だと思って生きてきたのでね。だからその純粋なエネルギーがマスターのエネルギー、マスターっていうのはその心身を清めてカルマを清めたのでね。だからそのエネルギーがこう深いとこから清めて差し上げるから、自分で修行するとただ自分のそのカルマをぐるぐる回っているに
過ぎないから進化するのはすっごい時間がかかる。でマスターがいてブレッシングいただき皮膚をいただくとマスターは死を体験してるからすごくね早いわけですよ。だからマスターは光の存在だし全部悟ってるいろいろなことが分かってる。マスターの言葉を聞いて勇気をいただいてあそうなんだ素直になるとふわーっと溶けるわけですよ。でそういう永遠の命からの光をいただくと早く溶ける。でグルって言ってそれ先生って意味なんだけれどもグっていうのは暗闇って意味でルっていうのは光って暗闇から光に導きたまえ。でやはりねこうマイルストーンって言ってね霧の中でね何も見えないけども心が曇ってるからどっち行っていいか分かんないわけですよ。だからそれでこうね道しるべっていうかね羅針盤っていうかマスターの存在がねこう光としてこうねその悟りへの道にこう悟りって行ったことがないからね暗闇で分かんないわけです。だから自分の中にねこういろいろなエゴがあって過去世からいろいろな記憶があってそういうものが溶けてくるからね何かをねこうなんか直感でこうやってでもなんかエゴも出てね早とちりしちゃうこともあるかもしれないからいいエネルギーにつながらないとねそういうのってねそう内側って潜在意識の力ってものすごい強いんですよ。ものすごいスピードもあるしね力があるからね。だから表層意識だとこう自分はできないとかダメだとか勇気がないからこれちょこちょこしかできてない。だからそこに純粋なエネルギーがないと自分の持っているいろいろなエネルギーがねこう蓋してたものがこう目覚めた時にね人格が破綻することもあるしこっち行った本屋あっち行った本屋とかいう自分の声が聞こえたりねそれ消す方法を知らないわけですよ。だからヒマラヤの聖者は5次元のエネルギーを持ってるのでそういうねものを沈めてゼロにする力がね段階を追って修行しないとね間違った先生もいるかもしれないからその先生のその価値観っていうかね純粋じゃない心の価値観に染められちゃうとその道にこうね途中にこう家を建てちゃうみたいなものでそういう言葉に誘導されてこうそれを信じちゃうとね最後までいかないっていうそういう意味で純粋なマスターに出会った方がいいのかなってそれをマスターのブレッシングをいただいてね道がね照らされて安全にこちらですよっていうことでねでそのマスターはそのエゴがなく皆の幸せを考えてやっているっていうことなんですね。それからマスターと共に座ることでそういうブレッシングをいただけるその波動っていうのは精妙なのでねだからどっからどこまでも浸透していくのでいろいろな汚れも全部溶かしてねでいいものを育んでいくっていうねそういう祝福の力があるんですね。会員さんの中でも独学で瞑想をやってたところからいざヨグマンタジーの下で瞑想を学び直すっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、そうですね。そういう方のこうやっぱ違ったみたいな声っていうのは結構そうね今までもういろいろ煩悩が出て苦しかったってねそれがすぐさま安心をいただいてねで雑念も出なくなったとかね合宿にすぐ出てとかねいろいろなケアがあるのでねすごく安心をされるっていうのがいっぱいそれから他の宗教に入ってて40年も入ってたけどヨグマタのとこへ来たらね1週間で良くなった3ヶ月で良くなったとかねそれ以上の効果が出たりうちはこう積極的に清めたりねするのでねまたマスターの力があるので禅寺の10年の結果こちらで半年でバーッと効果が出たとかねそういう声がいっぱいありますね。この YouTube を見ている自己流の瞑想の方もちょっと一度、そうですね。ぜひね直接やってもらうっていうところで変化の大きさを分かってもらえるかもしれないですね。そうですね。正しいのかな間違ってるのかなってね、そういうのがこう本でいただいたテクニックよりもねマスターから直接
いただいて、ね、そうやってマスターがこの治療はこのレベル、この治療はこのレベル、全部わかるんですよね。いろいろなヒーリングがあるけど、これはこういうレベル、これはこういうレベル、こういうレベルっていうのはすぐわかるのでね、そうやって、マスターのエネルギーが最高のレベルに連れていくので、ヒマラヤ行かなくても日本で東京でね、今ね、皆さんが恩恵をいただいて楽になって光の人になりね、パワフルになり、さらに才能が目覚めてね、社会のリーダーになっていくことができる。ヨグマタンとか実質的な修行があるのでね、それがすっごくね早く起きるということで、ぜひね来ていただきたいなって思います。